皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画第8章8の12で初期値問題を解くのに用いられるルンゲクタ法を紹介しました。本法は信頼性の高い解を与えるため多くの人に利用されています。今回はこの時に用いたプログラムを公開し、計算の流れを説明します。また、例題としてフィードバック阻害のある対射反応ネットワークモデルの解を計算します。独立変数 x に対する従属変数 y の変化を表す1回乗微分方程式を1式で表します。また初期条件を2式で与えます。積分区間は x イコール x0 から xn までの範囲で、これを n 等分に分割します。そして各ステップにおける y の値を3式で表します。この時各区間の刻み幅、すなわちステップサイズは4式で与えられます。今、x イコール xn と x イコール xn プラス1の区間を考えます。区間の長さは h です。ルンゲクッタ法ではこの区間を2つに分割します。そして5式から8式で示すように x イコール xn、xn プラス2分の h、xn プラス1において合計4個の関数値を計算します。そしてこれらを使い yn から yn プラス1を計算します。本式はテーラー級数の4次の項まで使った近似式であるため、計算誤差は h の5乗程度となります。これから説明するプログラムは、後の動画でさまざまな数式モデルについて議論できるようにするため、連立微分方程式にも対応できるように作られています。このため使用法がわかるように例として連立乗微分方程式を用います。次のようなフィードバック阻害を持つ対射反応システムを考えましょう。対射反応システムに対する対射物 x4 が酵素反応の触媒作用により逐次的に x1、x2、x3 へと変換されます。x4 は大量に存在するため、その濃度変化を無視して一定とみなすことができると仮定します。x4 が x1 へ変換される反応は x3 によりフィードバック阻害を受けます。生物化学システム理論、すなわち BST によれば、本システムは次のような S システム型方程式により表されます。式中のパラメータには次の値を使用します。ここで G13 はフィードバック阻害の大きさを決定するパラメータです。これは負の値を取り、その絶対値が大きいほど阻害の程度が大きく現れます。それではプログラムについて順に説明します。1から7行目には本プログラムの題目と例として用いている連立微分方程式を書いています。9から12行目はヘッダーファイルの設定文です。ここで MATUTIL-H は1次元、2次元、3次元配列データ領域の確保と解放を行うために用意したヘッダーファイルです。これは
Numerical Recipe in C という本の付録にあるプログラムを簡単にまとめたものです。このヘッダーファイルの使い方は別の動画で説明します。また入手を希望する人はメールでお知らせください。できれば今後どのような内容の動画を希望するか書いてください。今後の動画作成の参考にします。14行目はファンクションという名の関数のプロトタイプ宣言です。これより本プログラムにはメイン関数の他にこの関数が含まれることがわかります。16から23行目は微分方程式に関するデータの設定文です。17行目では独立変数、すなわち時間 t の初期値、18行目ではその最終値を設定しています。19行目では計算値を出力する時間の間隔を設定しています。20行目では計算値を出力する時間間隔 t 散布の分割数を指定しています。22行目では微分方程式の数を指定しています。よって本プログラムでは三元連立微分方程式を t が0から10までの範囲で刻み幅を1000分の1として積分します。この時計算値を t の1刻みで出力します。25から27行目ではパラメータを定義し、その値を与えています。これらは関数の外で定義しているのでグローバル変数です。よってこれらはどの関数でも同じ変数名で有効となります。31行目からメイン関数が始まります。33から36行目では本関数内で使用される変数を定義しています。34、35行目の変数はポインター変数であることに注意してください。39から43行目では本関数内で使用する一次元配列を定義し、領域を確保しています。この書式は上述のヘッダーファイル MATUTIL-H の文法に従います。これについては別の動画で説明します。45から49行目では3個の従属変数、すなわち対写物ノードに対する初期値を設定しています。微分方程式では変数名が x ですが、プログラム中では y となっています。51から54行目では計算値を出力できるようにするため、output-date という名のファイルをオープンにしています。55行目では刻み幅を計算しています。56行目では時間の初期値を変数 z に設定しています。58から59行目では刻み幅を出力します。61行目では分割された区間に対する時間 x に初期値を与えます。62、63行目では時間の初期値を出力します。64から67行目では従属変数の初期値を出力します。68、69行目では出力結果を見やすくするため改行を行います。71行目から始まるホワイル文では積分を行う時間の範囲において微分方程式を解きます。
72行目から始まる4文では、分割された各区間においてルンゲクッタ法の式を使い、各ステップにおいて y の値を計算します。このため、まず74行目で現時点での y の値を保管します。次に76から81行目で x イコール xn における k と y の値を計算します。同様に83から95行目で x イコール xn プラス2分の h における k と y の値を求めます。さらに97行目では x イコール xn プラス1における k と y の値を求めます。そして102から104行目でこれまでに求めた y と k の値を使い yn プラス1の値を計算します。この一連の計算を各区間においてサブ・リブの回数だけ繰り返します。107、108行目では指定された時間において x を出力します。110から113行目では y の計算値を出力します。115、116行目は各時間での計算値を一列に並べた後の開業文です。118行目では次の出力時間を求めます。121から127行目では配列の領域を開放します。この書式もまたヘッダーファイル mat-util-h に従っています。そしてリターン文の実行後にプログラムを終了します。130から136行目では計算に使用する微分方程式を設定します。関数ファンクションはメイン関数の4箇所で微分方程式の関数値を計算する際に繰り返し呼び出されます。ここで df 鍵括弧は時間微分を表します。例えば df 鍵括弧1は dx1 by dt を表します。また pau 括弧はべき乗の計算を行う数学関数です。以上がルンゲクッタ法の計算プログラムです。フィードバック阻害の大きさを表すパラメータである G13 を0とした時の計算結果を示します。ここでは刻み幅 h を10のマイナス3乗に設定しているので、計算結果は十分な精度で得られていると考えられます。しかしながら計算値を t が1増えるごとに出力しているため、このままでは代謝物濃度が連続的に変化する曲線を描くことができません。そこで t 散布を1から 0.1 に、またサブリブを1000から100に変えました。これにより計算精度はそのままで、詳細な変化を表す計算値を得ることができました。このように目的に応じて出力方法、計算精度を調節してください。G13 の値を0からマイナス5まで変えた時の計算結果を示します。G13 が0である時、すなわちフィードバック阻害がない時、代謝物濃度は一旦増加した後、滑らかに減少しています。しかし G13 が0でない時、代謝物濃度の振動が起こります。G13 の絶対値が大きいほど振動が大きくなることがわかります。この変化は
フィードバック阻害の特徴と言えます。私たちの体内ではこのような代謝反応の速度調節により代謝物濃度が振動していると推測されます。BST によれば数式モデルを迅速に作成することができ、このような現象の発生を簡単に予測することができます。これには今回の動画で示したルンゲクッタ法のような初期値問題を解くためのプログラムが不可欠となります。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に本動画の存在を知らせるため、いいねボタンも押していただければありがたいです。それでは次回の動画までごきげんよう。